どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽は何を使っていますでしょうか？ジェックス、コトブキ、アクロ、ADA など様々な水槽がありますが、正直価格は違えど大体同じですよね。以前、各メーカーの30センチキューブ水槽の比較検証動画を出しましたが、細かい違いはあっても大幅に性能が変わることはありません。まあ、水槽なんて言ってしまえば中に水を入れるためだけのものなので、性能もへったくれもないんですが、そんな水槽ですが、いろいろ種類があり、大きく分けるとフレーム水槽、フレームレス水槽、アクリル水槽くらいに分けられると思います。その中でも現在主流になっているのはフレームレス水槽、いわゆるオールガラス水槽です。フレーム水槽に関しては生体メインで使う場合、取り回しもしやすく耐久性も優れているので今でも使われていますが、水槽にインテリア性を求められるようになってからは、体感的にはフレームレス水槽の方が流行しているように思います。自分も例に漏れず、現在ほとんどの水槽はフレームレス水槽を使用しています。個人的には何でも統一感があった方がいいと思っているので、フィルターから水槽台、配置の間隔までほぼ同じです。三連水槽に関しては海外製の RGB ライトで統一しているくらいの統一っぷり。中のレイアウトに関してはそこまで誇れるものがありませんが、機材関連は日々の生活を切り詰め頑張って揃えてきたつもりです。ただ、そんな中未だに統一されていないものがあります。それは何かというと、水槽です。いや、さっき水槽は全部フレームレス水槽にしてるって言ってたじゃん、と思われるかもしれませんが、実はメーカーが違うんです。自分は現在、一つの水槽台の上段に60センチ水槽、下段に30センチキューブ水槽を2つ置いているんですが、その下段の水槽はジェックスやアクロ、コトブキの水槽になっています。上段に置いてある60センチ水槽と90センチ水槽は ADA の水槽にしているんですが、小さい水槽くらい安いのでいいだろうと思って他メーカーのものを使ってたんですよね。しかし、先ほどお話ししたように周辺の機材をほとんど統一してしまったことによって水槽のメーカーが揃っていないことが気になりだしたんです。これはもう病気の域というか、身の丈に合っていないとは思いつつも欲望を抑えきれません。どのメーカーに合わせるかは言わずもがな、大型水槽で統一している ADA です。水槽なんてただ水を入れるだけの入れ物だから性能なんて大して変わらないといった手前恐縮なんですが、やはり実際に使っているとクオリティの差は歴然です。現在の ADA に関しては自分も色々と思うことはありますが、水槽のクオリティだけはガチだと思います。シリコン処理の綺麗さ、ガラスの透明度は他メーカーの3倍以上の値段を出す価値があると個人的には感じています。というわけで、下段にある30センチキューブ水槽も全部 ADA の製品にしていこうということで、必死に集めていくことに決めました。その中で一つだけ数百円という驚愕の値段で手に入れることができたんですが、どうやって手に入れたのかもお話ししていくので、ぜひ最後まで見てやってください。まず基本情報なんですが、現在 ADA 製品は値上がりしてしまっており、水槽も高額になっています。詳しい金額は忘れましたが、30センチキューブ水槽は1個8000円近くする状態です。ただ、自分がかき集めている時は値上がり前だったため、7000円弱で買えたんでまだマシでした。そうは言っても、複数個購入ともなると金額は莫大になります。1個は以前動画で紹介したように新品を購入したため持っているんですが、残りはまた追加で買わないといけません。そこで自分はいくつ30センチキューブ水槽を揃えないといけないか計算したんですが、水槽台が現在4つあるので、1つあたり2個水槽を置くことを考えると残り7個になります。加えてもう1個水槽台を増やす予定をこの時に考えついたため、合計で9個 ADA の水槽が必要になります。単純計算 9×7000 イコール6万3000円ということで、おいそれと買うことはできません。
というわけで考えた結果、中古品を買い漁ることに決めました。ちなみに中古水槽の購入は賛否両論あると思うので自己責任でお願いします。この動画ではバンバン買ってますが、あまりおすすめはしないです。一応自分は今まで60センチ水槽も ADA のものをいくつか中古で購入しており、1、2年使用していますが、今のところ水漏れなどの問題はありません。水槽が大きくなればなるほど危険性は高くなるので、買う場合は出品物の状態などを考慮して買いましょう。というわけで、まず購入したのはメルカリで売っていた掛けありのものでした。価格は送料込み3500円。中古で2、3年使ってたということで心配だったんですが、割と綺麗な部類でした。というか、ADA の水槽って2、3年使っても新品の半額くらいであれば飛ぶように売れるのがすごいですよね。肝心の掛け部分は前面左上の広範囲にわたっていますが、水漏れの観点からするとそこまで影響はないと判断して購入。もしここから水漏れしても上部分なので全部の水が抜けることはないと思います。メルカリはたまに超大外れな出品者を引くことがあるんですが、今回は梱包も丁寧で無事に届きました。続いてもメルカリで1年使用品を送料込み3500円で購入。こちらは結構綺麗で賭けもなく大満足でした。続いては ADA の温度計付きで送料込み4800円で購入。正直ここら辺の金額帯になってくると新品買うかのせめぎ合いが発生するんですが、少しでも安さを求めて買っちゃいました。初めて ADA の温度計を手に入れましたが、確かにかっこいいですね。あまり使うことはないと思いますが。そこから長らく間が空いて、ようやく見つけたものが1年使用の5200円のもの2個。同じ出品者から購入したんですが、どちらも結構汚く掃除が大変でした。カルシウム汚れとかはしょうがないと思うんですが、なんか四隅に低床の残りみたいなものもついてたんで、今回購入した中では一番の外れ。しっかり洗えば綺麗になりますし、賭けもなかったんでよしとします。これが1個4000円だったら文句なしだったんですけどね。続いても1人の出品者から2個購入したんですが、この取引は今回一の爆アドでした。どちらも引き取り限定だったんですが、一つは掛けなしの良品で2400円。そしてもう一つはなんと掛けありですが700円。さすがにこれを見たときは脊髄反射でポチっちゃいましたね。確かに見てみるとすごい掛けがあるんですが、先ほどの掛けありの水槽と同じように前面左上だったんで耐久性能的には問題ないと思います。下段でシリコンにまたがってる掛けとかだったらこの金額でも手を出していませんでしたが、自分的には許容範囲。まさか ADA の水槽が700円で買えるとは思っておらずルンルンでしたね。ADA の水槽を数百円で買えるなんてどんなマジック使ったのかと思われたかもしれませんが、ただ掛けありの水槽を自分の足で取りに行っただけという泥臭い手法だったわけです。実は家から結構遠かったんでガソリン代はかかりました。キロ付近にあるアクアショップを巡ることもできたんで、ポジティブにプラスマイナスゼロと考えておきます。ちなみに出品者さんに水槽を手渡された時にわざわざ来てくれたお礼にと飲み物をいただいてしまいました。しかも何個か持ってきたうちの一つを選ばせてくれるという優しさまで。こんなに安く売ってもらって飲み物までいただいてしまうと逆に申し訳ない気持ちになっちゃいますね。こういう心優しい気遣いができる男になりたいなと思った一日でした。その後少ししてから追加で1個送料込み4000円で購入。というわけでようやく中古のみで8個買い集めたんで、新品のものと合わせて合計9個になりました。残り1つが足りないということでどうしようか迷ったんですが、値上げ前に新品で購入することに。正直 ADA の水槽じゃないもので立ち上げたレイアウト水槽もあるんで、そんなに焦って10個揃える必要はなかったんですけどね。
ただ、勢いがある時に揃えたいと思っちゃうタイプなんで、程よい中古品が出回るまで待てなかったんです。全部揃えたからといって、今あるレイアウトをリセットする気はさらさらないので、物があってもしばらくはそのままになると思います。現在はまだ出番の回ってこない ADA 水槽が押し入れに眠っています。ちなみに映像でずっと流れてると思うんですが、下段の30センチキューブ水槽はできるだけカルシウム汚れなどを掃除した後、すりガラス調のバックスクリーンを貼っています。これは60センチ水槽でも使用していたチャームの RT サンドという商品です。今は60センチ水槽以上はすべてライトスクリーンに統一しているため貼ってないんですが、下段の30センチキューブ水槽はこのバックスクリーンに統一しています。30センチキューブもライトスクリーンにしようか一度考えたんですが、電源がいっぱい必要になることや外部フィルターの給排水パイプに干渉することも考慮し断念。いい案が思いついたら30センチキューブもライトスクリーンにするかもしれません。というわけで、今回 ADA の30センチキューブ水槽を10個、新品と中古で揃えたんですが、気になる金額はいくらになったかというと、合計43,300円になりました。だいたい2万円くらい安くなった計算です。これを高いと見るか安いと見るかは人それぞれですが、個人的には満足いく結果となりました。そもそも新品で買った2個を抜かせば、1個あたり2500円安く買えてますからね。苦労してかき集めた甲斐がありました。ただ、安全面はマジで完全自己責任なので、中古水槽の購入はおすすめはしません。買うとしてもしっかり写真を見て判断するようにしましょう。いくら使用年数を聞いたところでサバ読まれたらわかりませんしね。30センチキューブ水槽という大きさだったから8個も中古で買いましたが、程度によりますけど60センチ以上からは慎重に考えた方がいいと思います。正直新品で買った水槽を使ってるのに、わざわざ欠けてる中古品買ってまでメーカー統一させるとかバカじゃないのって思われるかもしれませんが、全くその通りです。単なる自己満足なんで許してやってください。本当は新品で全部揃えたかったんですが、その財力もないので我慢します。ちなみに何度も言いますが、この動画は中古で水槽を購入することを推奨する意図は全くありません。数千円をケチって安全性を低下させるのは人におすすめはできないので、心配なら絶対新品を買った方がいいです。何かあっても自己責任でよろしくお願いします。というわけで、今回購入した水槽たちが活躍するところが見たい方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。